クリスマスも近くなってきましたので、赤で作っていきたいと思います。中はこのようにできてます。すごく丈夫ですよ。こんにちは、あけです。前回ですね、こちらのトートバッグが私のやっているハンドメイドサイトのショップで人気だっていうふうにお伝えしたんですけれども、クリスマスも近くなってきましたので、今日はこのバッグの少し小ぶりの形のものを赤で作っていきたいと思います。裏地もついてます。ちょっと時間かかりますけれども、どうぞお付き合いください。それではですね、型紙の説明をします。表地は8号半布のこの赤ですね。表地のパーツは全部で5パーツです。まず本体は71センチ ×43 センチ。そして内ポケットに来るもの39センチ ×23 センチ。そしてタレのベルト部分ですね。40センチ ×12 センチ。でショルダー紐68センチ ×13.5 センチ。そして見返し84センチ ×8 センチの細長いものですね。そして裏地は11号半布を使います。寸法は31センチ ×43 センチ。こちらを2枚。で、角のマチの部分ですね。12センチのマチを作りたいので、6センチ ×6 センチの正方形のものを両角からカットします。そしてこちら、ファスナーがつくポケットの上の部分になるんですけども、7センチ ×27 センチ。で、こちら、ここがファスナーきますので、このポケットになる部分ですね。ポケットが21センチ ×27 センチになります。そしてこちらを裁断していきます。でこちらの角6センチ ×6 センチをカットするといった部分ですね。こちらを今カットします。ここがマチになる部分です。それではマチになる部分の印付けをします。中心に印をつけました。12センチのマチを作りたいので6センチ6センチ12センチのマチを作ります。でここからですね7センチの部分、ここまでですねマチの形をきれいに保つためのステッチを入れます。バッグの色口になる部分の中心にも印をつけました。あとはですねしっかり癖付けをアイロンでかけていきます。ポケットの入り口部分、これはベルト部分、タレになる部分ですね。三つ折りにしたベルトを作りますので3分の1の幅のさらに2分の1の部分がここの部分ですね。こちらが蓋の代わりになるベルト部分です。そしてショルダー紐。ショルダー紐は 13.5 センチ幅に裁断してますので、こちらを三つ折りにしてさらにそれを2分の1の幅に折り込むと 2.1 センチ、2.1 センチの幅で折ります。こちらは見返しですね。見返しの中心に少し真珠を貼ろうと思います。5センチ ×7 センチくらいに、カットした厚手の真珠、こちらを3枚用意しました。でこの真珠をですね見返しの中心部分に貼っていきます。何かと言いますとタレの部分ですね。タレで蓋代わりにする時に下にギュッと力がかかるんですけれども、その時にですねあまりぐにゃっとなりすぎないようにここに真珠を貼ります。真珠を貼るときはアイロンは蒸気が出ない方がいいです。12345秒ぐらいで一旦離して12345また5秒ぐらいっていう風にしないと、あまり熱くやりすぎますと焦げちゃいますのでね。そして本体の中心部分、こちらもこのベルトのタレでですねこうギュッと引っ張られる感じになるので、そこの部分もね補強したいと思います。これで表地の準備ができました。続いて裏地ですね。裏地のファスナーポケットになる分ですね。
あとですね、ファスナーの上に来る部分、こちらを半分に折って形をつけておきます。このようにファスナーを来てステッチをかけていくわけです。で、次はですね、裏地にですね、ジグザグミシンかけていこうと思います。それでは裏地にジグザグミシンをかけていきます。目盛りは1ですね。ジグザグミシンの始まりと終わりはこの目盛りを私は使っています。ジグザグにします。ファスナーポケットの部分ですね、こちらのジグザグがかけ終わりました。ミシン糸なんですけれども、こちら家庭用のミシンなので、このちっちゃい糸しかここに入らないですね。で、大きいこのコーンのこういう糸を使う場合はマグカップとかにこうポンと入れてですね、こうして糸をかけると大きいコーンの糸でも使えます。ファスナーの上の部分、こちらにもかけていきます。2つ折りした輪の部分、ここにはかけなくていいので、こちらの周りをですねかけていきます。表に響かないところはもう粗くていいです。目盛り2にします。終わりの部分はこのミシン目が細かいジグザグですね、こちらに合わせると溜まりがいいです。続いて本体の裏ですね。この裏地のジグザグですけれども、出来上がりには影響しませんけれども、見えないところにも気を使います。これで本体の裏の1枚がかけ終わりました。もう1枚も同じようにかけます。それではポケットにファスナーをつけていきます。ファスナーを 4,5 センチ開けたところでですね、クリップを留めます。終わりですね。クリップを挟みます。このファスナーの虫の部分 3,4 ミリ見せたところですね、こちらをステッチかけていきます。このファスナーの虫にですね、この押さえ金を沿わせる感じに縫っていくとまっすぐできます。ファスナーの下側にステッチをかけました。ファスナーの上側ですね、ここが輪になっている方をファスナーに合わせます。で、終わり5センチぐらいのとこまで来ましたら、この引き手をですね奥にずらします。で、このポケットを本体につけていきます。中心と中心を合わせて一旦ポケットを置きますね。で、底の部分、こちらの下に来る部分に印をつけます。そしてポケットをめくってですね、底の部分から先に縫います。待ち針で留めます。で、この底から先に縫います。この時ですね、ポケットの底に膨らみを持たせたいので、ちょっとカーブをつけるようにして縫います。膨らみの部分、カーブを持たせるように底を縫いましたので、頭の部分ですね、中心のところを待ち針で留めて、このポケットの底の角ですね、形よく整えて折り込みます。ピンで留めます。ここもですね、ファスナー部分もきれいに足を折り込みました。で、この両脇をミシンでステッチかけていきます。引き手邪魔なので少し下げます。返し縫いをして、で、ここは糸を切らずにですね、もう一方の端に来るまで目盛りを粗くしてつなげちゃいます。で、この時ですね、このファスナーがちょっとグラグラしますので、ここの部分をですね、手縫いでしっかり留めたいと思います。太番手の糸ですね、ファスナーの色と合わせた糸です。これでですね、ファスナーがぐらつかないでしっかり留まりました。ポケットが出来上がりましたので、裏地の部分ですね、中表に袋状に縫っていきます。
そしてですね、今家庭用ミシンに戻ったんですけれども、なんでこんな、2台を使い分けてるかと言いますと、糸番手をですね、地縫いは60番手、工業用ミシンは30番手を使用してるんですね。一回一回糸上司を変えるのが大変なので、ちょっと2台使ってるんですけれども、全然家庭用ミシンだけでも大丈夫ですよ。で、中表に袋状に縫います。脇を縫いましたので、そこなんですけど、後ほどですね、表地と裏地を合わせた時にひっくり返す部分ですね、このぐらい20センチぐらい開けておくので、この底はですね5センチぐらいしか縫いません。5センチぐらいのとこで留めました。で、この5センチ縫ったことによってマチの部分が縫えるようになります。この状態になってます。これをですね、こう開いて、縫い目と縫い目を合わせてですね縫います。そして今縫ったマチの部分ですね、ここにもジグザグをかけます。はい、これで裏地が袋状になりました。で、この後は表地の方を縫っていきます。まず本体です。裁断の時にマチの部分の形をきれいに保つために、ここに隠しステッチを入れると言ったんですけども、その部分ですね、それを縫います。直線縫いですね。12センチのマチですので、ここは7センチのステッチを入れます。この際ですね、7センチマチをきれいに保つためのステッチです。この際を縫うステッチはコバステッチと言いますね。両方縫いました。こんな形になってます。それをですね、今この山の部分が2つできてるんですけども、この山と山をくっつけて1,2,3,4枚に重ねます。この部分がマチになる部分です。それで脇を縫います。この4番重ねになっているところは行ったり来たりして丈夫に縫い上げます。本体が袋状に出来上がりました。今ですね、見返しを輪にして縫おうと思ったらアイロンで癖付けをしていないことに気づきまして、今アイロンで縫い代の部分を折っていきたいと思います。これは 1.3 センチぐらいのところを大体の目安で折って癖をつけてます。はい、では見返しを輪っかにして縫います。次にポケットの入り口の部分、ここにジグザグをかけていきます。ポケットの入り口部分を折ったところですね、こちらにステッチをかけていきます。この表になる部分からステッチをかけているので、この幅が分かりづらいんですけれども、このプレートですね、ミシンのこの金具のプレートの2センチのライン、ここをガイドラインにしてます。で、続けてベルトのタレになる部分とショルダー紐、こちらにステッチをかけていきます。繰り返していきます。続いてショルダー紐です。これでそれぞれのパーツがほぼできてきました。ポケットを形作るんですけれども、この入り口になる部分ですね、3センチぐらい控えて、こう中表に折って脇をステッチかけていきます。脇にですね、ジグザグをかけます。ポケットをひっくり返します。ここの部分ですね、これがペラペラっとしてますので、ここのところをミシンかけます。上から5センチくらいのところまでかけます。そしてベルトの部分ですね、この端の部分、ここにジグザグをかけます。
見返しなんですけれども、ここが中心ですね。こっちが脇になるわけなんですけれども、脇の部分、両脇ですね、印付けをしておきます。あとですね、このタレの部分8センチ折り上げたところにステッチかけますので、そこも留めておきます。この30番ステッチを重ね縫いするとき、同じ針目のとこをたどると綺麗にできます。1、2、3回ほど返します。この部分に D カンがつくわけです。見返しをつける前にこの吊るしポケットを裏地の本体につけておきます。中心と中心を合わせました。ぴったりつけるのではなくて、少し遊びを持たせてつけるといい形になります。中心と中心を合わせて、脇を合わせて、後ろのファスナーポケット側の中心と中心を合わせて、こちらも脇ですね。これでですね、30番ステッチのコバステッチ、裏地本体と見返しをつけていきます。はい、これでバッグの内側の部分できました。ファスナー側とこちら吊るしポケット側ですね。で、今度はもう表地とくっつけていきます。で、表のバッグなんですけれども、まだ中表の状態です。この状態で中表にこのショルダー紐を両脇にくっつけます。で、このタレのベルト部分、これも中心にくっつけます。そしてですね、表地と裏地それぞれできたパーツをですね、中表に合わせて入り口の部分を縫います。表地と裏地を合わせて縫います。ショルダー紐が重なっている部分ですね。ここは返し縫いをします。一番力がかかるとこですので、ここは丈夫にしたいと思います。表地と裏地がくっつきました。これをですね、裏地の底の部分、開けてた部分ですね。ここからひっくり返します。こちらがマチの角ですね。12センチのマチになってます。はい、ほぼ完成形が見えてきました。はい、仕上げのステッチをきれいにかけるためにですね、またここでアイロンをかけておきます。それでは仕上げのですね、一番重要なここの7ミリ幅のステッチをかけていきます。綺麗にステッチがかかりました。それでは最後のミシン掛けですね。裏地のひっくり返した開いてる口の部分、ここを閉じて終わりです。ほんの端から1ミリのですね、コバを縫っていきます。できました。あとはですね、重りになる D カンをつけて完成です。はい、D カンをつけました。で、この D カンの付け方なんですけれども、この D カンをカチャカチャ知恵の輪のようにいじってたら空前できたデザインなんですね。これがアクセントになって人気になってるんですけども、本当はあんまり教えたくないんですけれども、今日は教えちゃいます。こちらの大きい方の D カンで分かりやすく説明したいと思います。このタレになる紐ですね、こちらをこの2つの D カン、この D の部分を下にして2つ一緒に持ちます。そして奥から手前にこのタレを通します。2本並んでいる奥側の方に通します。
そして今度はこの1本の D 部分ですね。でこちらに通します。こういう風になるわけですね。でこれでこの D カンが重りになって蓋の代わりになってくれるわけです。中はこのようにできてます。ファスナーポケットつきました。つるしポケットですね、ついてます。赤い可愛らしいトートバッグができました。皆さんも作ってみてくださいね。今日は最後までありがとうございました。また見てくださいね。